はいどうもリーダーです。本日はスティパニッチ監督を、こういう風に使用するとなかなかちょっと試合が難しいという、ちょっと勝ちづらいというところで、結構この監督を使用してから、気づいた点、使用方法などお伝えできればなと思います。まずはフォーメーションからですね、343にしてます。以前まで私ここ、こういう風な形で使用してたんですけども、結構ここの位置の選手が前に上がってってしまうんですね。結構前だったりサイド、結構サイド際の方に行ってしまうんで、パスが、出せなかったりとか、一度ここで受けたパスを前に出した時にサイドにあまり開きすぎてなかなか攻撃の攻め手を書いていたので、センターにしてみました。センターミッドフィルダーにして、今回使用しているんですけども、そうするとちょっと安定して勝てるようになったので、ご紹介したいと思います。ディフェンスは3枚、このデフォルトの位置ですね。下げて試合をしてたりとかもしてたんですけども、なるべく高い位置でちょっとボールを取りたいということで、このデフォルトの位置でやっております。で、気をつけてるのは、そうですね、みんな、ハードプレス、3人ともハードプレスにしないっていうことを気をつけてやっております。ハードプレスは2人。で、1人はビルドアップ。ここは何でもいいと思います。なるべく足の速い選手だったりとかっていうことにしております。ファンダイクなんかも使いたいんですけど、ちょっと調子悪くて、今週 C なんで、それが C じゃなくなればと思っております。DMF はもう風見色ですね、一択で。私ここ縦の位置にしてます。縦の位置にしておくと、横2枚じゃなく縦の位置にしておくと非常に守備がしやすいです。で、この位置ですね、センターミッドフィルダーの、ジェラード、今マンチェスターの補正をかけてるので、ジェラードにしてるんですけども、こちらは、気に入った選手で、できればワンタッチパス、ワンパ持ち、スルーパス持ち、ワンパ持ちなんかがぜひいいですね。この3人はぜひワンパ持ちを揃えてもらえると試合が有利に進めるのかなと思います。風見色が止めたところで、そうですね、横に展開したり前に展開したりするときにワンタッチパス持ってると非常にパスがつながりやすいです。で、ここは以前私 ST2 枚にしてたんですけども、 ST2 枚ですとちょっと守備と攻撃、そうですね、攻撃がちょっとしづらかったですね。三角形をうまく使ってやっていけるんですけども、私はこの逆三角形の方が試合はすごく進めやすかったです。前2人いるのでどちらでもパス出せるという形ですね。で、お相手さんも守備、かく乱できるのかなっていうことで、この2人の形に戻しました。そうですね、前2人ラインブレーカーであったり、片方はラインブレーカーじゃない選手、チャンスメーカーだったりでもいいと思います。結構前にボールは預けたいので、で、そうですね、ラッシュフォードなんかは飛び出しをしてくれるのでいいと思います。シュート力もありますしね、背負っても強いですし、結構強いんじゃないかなと思います。で、そうですね、こちらスカットの方に戻りまして、例えば風見色がいないよ、持ってないよっていう方は、私何を注意して風見色を入れたかというと、アンカー持ちなんですね。 DMF、 ここはアンカー持ちを入れた方がいいと思います。アンカー持ちじゃないと上に上がってってしまったりなんかするので、非常にここのアンカー持ちということが、このそうですね、フォーメーションの肝に、ディフェンスの肝になるんじゃないかなと思います。で、サイドセンターミッドフィルダーなんですけども、補正をかけているので今スコールズを使用しています。で、ベッカムなんかもパスがいいので、そうですね、非常にセンタリングも上げられますし、パスもいいパスも出せるので、ワンタッチパスがちょっとないので、もう一人の方のベッカムに
変えてもいいのかなと今悩んではおります。こっちですね。こっちだとこっちもないんだ。スルーパスはあるんですけどね。このサイドの選手はワンタッチパス持ってた方がいいと思うんですよね。スコールズ。そうですね。ワンタッチパス持ってるので、ミドルシュートも強いですし。は持ってないですね。クロスは上げられるんですけどね。できればパスが上手い選手をここに集めた方がいいかもしれないですね。そうですね。たまにそうですね。今週 A なので、ここにムバッペを入れたりするんですけども、ムバッペ結構パス、この前の動画でも上げたんですけど、パスをミスすることが多くて、ドリブルなんかは上手いんですけど、そうですね。あまりサイドで使うよりかは、この位置でボール取られたりなんかすると結構カウンターを食らいやすいので、なるべくパス能力の高い選手をここ2人は置いた方がいいと思います。前はもうシュート力、突破力ある選手を置いたらいいのかなと思います。メッシだったり、ドリブルが得意な方はメッシであったり。で、ここ、私好きでクライフを使ってるんですけども、2列目からの飛び出しが非常にいいですね。ここは2列目からの飛び出しを持っている選手とパスの上手い選手ですねを使用していただければなと思います。キーパーは私はあまり身長とか、プレースタイル、守備だったり攻撃ってあんまり意識はしないんですけども、その時調子のいい選手を比較的入れてます。いろんな選手獲得してるので使用してみたいなと思うんですけども、そうですね、この調子によって私は使い分けてます。前がだいぶ攻撃的なんですけども、ここの位置ですね、風見色と前の位置の選手はガマビンガを使ってみたり、なるべく守備の高い選手を使った方がボールも刈り取ってくれるのでいいと思います。ビエラも使ってたんですけど、ビエラ上がってっちゃったりとかパスが悪かったりするので、今はビエラは入れてません。なのでいろいろ選手ちょっと試しながらやっていきたいと思います。で、今週、調子のいいスーパーサブ持ちの2人を入れてます。ミュラーはどこでもそうですね、もうできるので、体力が減ってるところに後半から使おうかなと思っております。例えばこういう形で試合を進めてるときは、結構サイドの、ベッカムだったりスコールズが後半体力なくなってきますので、ジェラードの位置もですねなくなってきちゃいますので、後半70分あたり、ミュラーを投入してという形でやってます。で、メルテンスはラッシュフォード、フォルランなんかは終盤まで体力を持つんですけども、ある程度なくなってきて同点だったりあと1点欲しい時、その時にメルテンスを、どちらか2人交換してます。クライフは、ずっと1試合体力持ちますので交代してません。もし体調というか調子が悪い時なんかはミュラーと交換したりなんかして前2人をもう交換しちゃうって形ですね。この戦術で、今試合に挑んでおります。で、そうですね、スカットに入れるのは、私入れてるのはキーパー1人、センターバック1人、ある程度ユーティリティなプレイヤーを2人入れてます。そうですね、2人入れて、メッシなんかもゴール前では結構強いので前と交換したりしてますね。もう100ですからね、前2人が。ちょっとこれで得点を入れない試合なんかあるとちょっともったいないなと思います。
こんな感じで私は試合を進めてます。ポイントはやっぱりここを CMF にしてから勝率が少しずつ上がってるってことですね。もしここをサイドじゃなくセンターではなく違うフォーメーションにしてなかなか勝率が上がらない、勝てないよっていう方は、もしこのセンターミッドフィルダー両方変えなくても、例えばまず右だけをセンターミッドフィルダーにして、ここはレフトのミッドフィルダーにしたままとか、それで少しずつちょっと試してもらいたいです。でこの縦の位置っていうのはすごく守備は、センターバック3人なんですけど非常にやっぱしづらいんですが、この3人この縦3人にすることによって結構パスカットしてくれるので、すぐカウンターに移行できるので非常に守備もしやすいのではないかと思います。もしこの動画を見てる方でスティパニッチ監督を使っててなかなか勝てない、監督交換しようかなと思っている方は一度このフォーメーションを試してみてください。ぜひこのフォーメーションで勝率が上がることを祈ってます。それとコンセプトなんですけども、前2人にプレイエリア幅制限を入れております。こういう形ですね、入れてます。でディフェンスはハードマーク、私はハードマーク2人、お相手さんの、センターフォワード2人に入れてます。もし ST と、1ST というお相手さんがそういうフォーメーションでしたら 1ST にハードマークでセンターの OMF にハードマークを入れたりしてますね。なんとかそれトップ2人にハードマークを入れることによって比較的ちょっとまだ失点は抑えられてはいないんですけど、試合はそうですね、勝率は少しずつ上がってきてるので、これでちょっと様子を見たいなと思います。本日の動画は以上となります。ぜひスティパニッチ監督を使って一緒に勝率を上げていきたいと思いますので、この動画が役に立ちましたら動画の登録、チャンネルの登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。